こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は100円で買える巾着袋を内袋に使ってポーチやバッグを編んでみました。仕上がりはこんな感じです。内袋を使うと重いものを入れても伸びづらく、しっかりと使えます。バッグ自体の編み目はシンプルなので、毛糸の色を変えてアレンジしたり、こんな感じでお好きなものを編んでバッグをアレンジしても可愛いかと思います。ニコちゃんやお花の編み方はショート動画やメンバーシップ限定動画でご紹介しています。今回の動画は巾着部分の編み方をご紹介していきます。使用する材料はこちらです。巾着袋はお好きなサイズのものをご用意ください。毛糸もお好きなものをご用意ください。使用するかぎ針は毛糸に合ったものをご用意ください。内袋を使うので少し大きめの針を使ってゆったり編んでも大丈夫です。それでは編んでいきましょう。最初に鎖を編んでいきます。途中でわからなくなった時に質問したい方やコメントの返信が欲しい方はメンバーシップのご登録をお願いします。鎖を編む長さは巾着の底部分と同じくらいの長さを編んでいきます。ぴったりのサイズに編もうとしなくて大丈夫です。それでは鎖を編んでいきます。この状態から鎖を編みます。1、2、3、4、5。この繰り返しで鎖を編んでいきます。こんな感じで大丈夫です。1段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みを1周編んでいきます。鎖を編み終えたところから鎖1つで立ち上げます。ここから細編みを編んでいきます。1つ目に針を入れて細編みを1回、2回、3回、4回、5回。この繰り返しで細編みを編んでいきます。細編みの数は何目編んだか数えながら編んでください。細編みを編んできました。巾着の底部分と同じくらいの長さか、それより少し短いくらいの長さまで細編みが編めていれば大丈夫です。鎖が余ってしまった場合はこんな風にほどけば大丈夫です。直線の細編みが編み終えたら端の
細編みを1回編んで、反対側の直線も同じ数だけ細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、この繰り返しで反対側も同じ数だけ細編みを編んでいきます。反対側の直線も同じ数だけ細編みを編んできました。端にもう一つ細編みを編んで、一つ目の細編みのところに針を入れて糸を引き抜きます。これで1段目が完成です。直線で編んだ細編みの数 ×2 足す端の2目がこの後も編む目数になります。覚えておいてください。2段目は鎖3つで立ち上げ、長編みを1周編みます。鎖を1、2、3回編んで、これが1つ目になります。次の編み目に針を入れて、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、この繰り返しで直線の長編みを編んでいきます。直線の長編みが編めました。角の細編みのところにも長編みを1回編みます。反対側の直線も長編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、この繰り返しで反対側の直線も長編みを編んでいきます。直線の長編みが編めました。最後の細編みのところにも長編みを1回編んで、最初に鎖
123で立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで2段目が完成です。3段目は鎖1つで立ち上げ、細編みを1周編んでいきます。2段目の編み終わりから鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖3つで立ち上げた3つ目のところが1つ目の細編みになります。下の段の1つ目の長編みのところが2つ目の細編みになります。3つ目、4つ目、5つ目、この繰り返しで細編みを1周編んでいきます。細編みを1周編んできました。最後の細編みが編めたら1つ目の細編みのところに針を入れて糸を引き抜きます。これで3段目が完成です。4段目は鎖3つで立ち上げ、長編みを1周編んでいきます。3段目の編み終わりから鎖1、2、3で立ち上げます。長編みの時はこれが1つ目になります。2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、この繰り返しで長編みを1周編んでいきます。長編みを1周編んできました。最後の細編みに長編みが編めたら、最初に鎖1、2、3で立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで4段目が完成です。5段目は鎖1つで立ち上げ、細編みを1周編んでいきます。4段目の編み終わりから鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖3つで立ち上げた3つ目のところが1つ目になります。2つ目、3つ目、4つ目、この繰り返しで細編みを1周編んでいきます。6段目からも長編みの段と細編みの段を繰り返して編んでいきます。巾着のだいたいこの辺りの高さまでこの2段を繰り返して編んでいきます。
だいたいこれくらいの高さまで編んできました。最後は細編みの段にします。最後の細編みが編めたら1つ目に針を入れて、糸は長めに残してカットして引き抜きます。この糸は糸処理をしておきます。ここからは縁部分を編んでいきます。裏と表の2つに分けて細編みの段を編んでいきます。最初にバッグを2つに畳んで、端に来る編み目のところに印をつけておきます。反対側も印をつけておきます。印と印の間の目数は1段目の時に直線で編んだ細編みの数と同じ数になります。数を忘れてしまった方は裏と表の数が一緒になっていれば大丈夫です。それでは縁を編んでいきます。印をつけた隣の編み目から糸を引き抜きます。この状態で鎖一つで立ち上げ、同じところに針を入れて細編みを編みます。1つ目、2つ目、3つ目。この繰り返しで次の印の手前のところまで細編みを編んでいきます。2つ目の印の手前まで細編みが編めたら裏にして鎖一つで立ち上げます。ここから同じ数だけ細編みを編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目。この繰り返しで細編みを編んでいきます。2段目の細編みが編めたら表にして鎖一つで立ち上げ、同じ数だけ細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編みの段を編んでいきます。細編みの段を続けて編んできました。内袋の巾着のこの部分ぐらいまで細編みの段が編めたら1つ目の縁が完成です。細編みの段が編み終わったら、この糸は内袋に縫い付けるときに使うので長めに糸を残してカットします。この糸で後で縫い付けていきます。反対側の縁も同じ数だけ細編みの段を編んでいきます。印をつけた隣のところから糸を引き抜いて、
この状態から鎖1つで立ち上げます。同じところに針を入れて細編みを1回、1つ目に編んだ縁と2つ目に編む縁の間は印をつけていた1つだけ目が開いていれば大丈夫です。2つ目の縁も同じ数だけ細編みを編んでいきます。この繰り返しで2つ目の印の手前のところまで細編みを編んでいきます。細編みを編んできました。こちら側も一つだけ目が開いていれば大丈夫です。裏にして鎖一つで立ち上げ、細編みを編んでいきます。この繰り返しで1つ目の縁と同じ段数の細編みを編んでいきます。1つ目の縁と同じ高さまで細編みの段を編んできました。同じ高さまで編み終わったら、1つ目の縁を編んだ時と同じように長めに糸を残してカットしておきます。リュックを選んだ方はこんな感じで一度紐をほどいて、編み目とリュックの穴に紐を通してまた紐を結び直せば大丈夫です。ここから縁を縫っていきます。こんな感じで片方ずつ縫っていきます。縫い始める前に待ち針で留めておくと縫いやすいです。動画のバッグはこんな感じで針を通して縫っていきました。縫い方は巾着の紐を一緒に縫わないようにだけ気をつければどんな方法でも大丈夫です。両方とも縫い付け終わったらバック部分は完成です。最後にバッグをアレンジしていきます。バッグにつけたいものが編めたら、こんな感じで内袋と一緒に縫い付けておくと、使っているうちに内袋が歪んでこなくていいかと思います。バッグにお好きなものが縫い付け終わったら完成です。お疲れ様でした。100円の巾着袋でも内袋があるとバッグが伸びづらくなるので長く使えそうです。お好きなサイズの巾着を見つけたらぜひアレンジを楽しんで編んでみていただけると嬉しいです。
編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。この他にもメンバーシップ限定動画を少しずつアップしています。メンバーシップにご登録いただいた方には、動画についてわからない時に質問いただきましたら返信で対応させていただきます。動画のわからないこと以外にも編み物についてさらに質問したい方はこちらのプランをご利用ください。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録